サーマルライトの内部競争に勝利したフロストタワー140。しかしまだ戦うべき相手が残っています。誰もが認める最強の空冷 CPU クーラー NHD15G2。フロストタワー140は王者の牙城を崩せるのでしょうか。せっかくだから検証に移る前に NHD15G2 をじっくりねっとりと観察したいと思います。今回用意したのは AMD の AM5 や AM4 向けの LBC バージョンです。NHD15G2 は3種類あるので、ご使用の CPU に適したバージョンを選んでください。将来違う CPU にするかもなどお悩みの場合はオールラウンダーの無印にするのが無難です。さて、付属品はさっくりいこうかなと思っていたのですが、これを見てください。開封すると一番上に付属品の箱があるんですけど、何が入っているのか分かりやすく記載されている上に、このように中は種類ごときれいに区分けされてます。無地の箱に適当に放り込んでるメーカーも少なくないんですけど、この辺りはさすがの口は安物にはない格の違いを感じます。マウントブラケットを手に持って確認すると、美しいニッケルメッキ仕上げとなっております。どこのメーカーとは言わないですが、少しでもいいのでこの品質を見習ってほしいものです。NHD15G2 はトルクスネジを使用するので、専用のトルクスドライバーが付属します。その他に回転数を下げる抵抗入りのファンケーブルや AM5 向けのグリスガードなど至れり尽くせり。ただしその分価格に上乗せされているとも言えるでしょう。そしてこちらがお待ちかねの CPU クーラー本体。取り出してすぐに撮影したのでファンに保護シートがついたままですが、そこはご愛嬌ということで。意外だったのがノクチュアでもフィンの曲がりや歪みがあること。フィンは薄いアルミで非常に曲がりやすいため、歪みや曲がりなく完璧に組み立てるのは難しいのでしょう。なのでよほどひどくない限りは気にしないのが一番。気を取り直してベース部分を見てみましょう。しっかりニッケルメッキ処理されていますが、よく見ると切削痕が残っています。調べたところフライス加工によるものでしょうか。 NHD15G2 はベース部分の違いで3種類あるので、精度が高いらしいこちらの加工方法が最適なのかもしれません。続いてこちらが面白い形状をしたブレードを持つ付属ファン。ブレードとフレームの隙間に紙の保護シートが挟まれているので、使用前に忘れずに外しましょう。ちなみにその隙間はわずか 0.7 ミリ。少しでも歪みや軸ブレがあると接触してしまうので、非常に精度が高いことが伺えます。ここでフロストタワー140と NHD15G2 のヒートシンクを並べて比較したいと思います。どちらも 140mm クラスの CPU クーラーですが、NHD15G2 のヒートシンクの方が幅、高さともに 10mm 大きいです。さらに重量に至っては 200g 以上差があります。ヒートシンクの大きさ、重量は冷却性能に直結するので、フロストタワー140にとっては厳しい戦いとなるかもしれません。一方でベースプレートはというと、もちろんヒートパイプが8本ある NHD15G2 の方が面積は大きいですが、ヒートスプレッダの小さい AM5 には大きすぎるような気もします。その他の仕様はまとめたのでご覧ください。個人的に気になるのはファンの違い。フロストタワー140が 120mm ファンと 140mm ファンの組み合わせに対して、NHD15G2 は 140mm ファンが2機。フロストタワー140は静音性を捨てて回転数をべらぼうに上げてるわけですが、それにより NHD15G2 とのサイズ差を克服できるのかが勝負の鍵となりそう。あとは価格差も見逃せません。なんせ倍以上違いますから、
結果次第では NHD15G2 の立場が危うくなるでしょう。さて、比較はこのくらいにして検証に進みたいと思います。CPU クーラーの性能を可能な限り引き出せるよう、CPU は Ryzen 9 9950X3D を使用。その他のスペックはご覧の通りです。室温は20度前後。電力設定についてですが、今回は PBO 設定をエンハンスドモード3に変更、ブーストクロックをプラス 200MHz に設定してます。また、NHD15G2 には、ベースプレートを CCD 側にずらせるオフセットマウントが付属しているんですけど、せっかくなのでオフセットなし、あり両方で検証します。それでは皆様、大変お待たせしました。まずは TDP170W、ファン 100% の結果からご覧いただきましょう。フロストタワー140の最高温度 77.1 度、平均温度 76.0 度に対し、NHD15G2 は最高温度 78.0 度、平均温度 76.9 度、オフセットありでは最高温度 78.5 度、平均温度 77.3 度という結果となりました。NHD15G2 はわずかにオフセットなしの方が温度は低いですが、誤差の範囲のような気がします。そして、フロストタワー140は NHD15G2 よりおおむね1度前後冷えており、上々な滑り出し。こちらがファン 75% の結果となりますが、ファン 100% と同様、フロストタワー140が1度前後冷えてます。また、NHD15G2 のオフセットなし、ありで優位差が見られないのも一緒です。ファン 50% では変化が見られ、フロストタワー140は NHD15G2 よりも最高温度で 3.5 度、平均温度では 2.9 度低い結果に。NHD15G2 の比較に移ると、平均温度では差はあまり見られませんが、オフセットありの最高温度が 86.1 度と、オフセットなしよりも 1.2 度高いのが少し気になります。今まで調子の良かったフロストタワー140ですが、動作音を 33.8 デシベル前後に揃えた場合、立場が逆転。NHD15G2 に対して最高温度、平均温度ともに 1.3 度高い結果となりました。冷却性能と静音性を高い次元で両立させるノクチュアの強みが遺憾なく発揮された格好です。PBO 有効時の結果を確認する前に、ここで各回転数ごとの騒音値を確認したいと思います。分かりきったことですが、NHD15G2 の圧勝です。動作音を揃えた途端、フロストタワー140が敗北した理由がよくわかります。気を取り直して、PBO 有効時の結果確認に移りましょう。フロストタワー140の最高温度 80.9 度、平均温度 79.8 度に対して、NHD15G2 は最高温度 80.6 度、平均温度 79.5 度、オフセットありの場合は最高温度 80.9 度、平均温度 79.8 度となり、面白いことに温度差がほとんどない結果となりました。しかし、PBO 有効時はどれだけ電力を引き出せているかがポイントなので、忘れず確認しましょう。とはいうものの、ぶっちゃけ消費電力もほとんど差は見られませんが、フロストタワー140が一番高い消費電力を記録しています。続いてテスト中のクロック周波数を見てみると、わずかながら、最大クロック、平均クロックともに NHD15G2 が最も高いです。ちなみに、
負荷テストの境目でクロック周波数が乱高下するので、上下 5% を除外した平均値も見てみると、全くと言っていいほど差がありませんでした。最後に動作音を揃えたテスト結果を見ていきましょう。 TDP170W と同じようにフロストタワー140の温度が最も高く、最高温度 82.8 度、平均温度 81.2 度となりました。対して NHD15G2 は最高温度 81.4 度、平均温度 79.8 度とフロストタワー140よりも 1.4 度低いです。オフセットなし、ありに差は見られません。続いて消費電力ですが、ファン 100% の時よりさらに差がありません。強いて言うならフロストタワー140の最大消費電力がちょびっと高いくらいですかね。とどめにクロック周波数。最大クロックが一番高いのは NHD15G2 オフセットですが、それ以外はオフセットなしの NHD15G2 が一番優秀な結果となりました。動作音を揃えたテストは NHD15G2 の干渉と言ってよいでしょう。予想通り熾烈な戦いとなったわけですが、まとめると、騒音値を無視した最大冷却性能はフロストタワー140が優勢。静音性は NHD15G2 の圧勝。特に騒音値を揃えた時の冷却性能はフロストタワー140では歯が立ちません。そして製造品質もノクチュアの名に恥じぬものを見せてくれた NHD15G2 の勝利と言ってよいでしょう。しかしながら両者の価格は倍以上開いており、コストパフォーマンスはフロストタワー140に軍配が上がります。あくまで個人的なジャッジとなりますが、今回の勝負、引き分けにより NHD15G2 王者防衛。